キャリパー外し。はい、ではまず最初にキャリパー外しの作業から見てまいりましょう。まずパーキングブレーキを緩めておきます。はい、画面ではキャリパーシールドが外れたところです。2本のボルトのうち1本は残念ながら折れてしまいました。次にサイドブレーキケーブルのクリップを外しています。このクリップは折れてしまうこともあるので新品を準備しておいた方が良いでしょう。はい、今外れました。だいぶ老朽化が進んでますね。次にサイドブレーキケーブルの先端をスプリングレバーから切り離し、フリーになったところで今度はケーブルをアームの接続部分から切り離す作業をしております。本来は無理なく外れなければいけない部分ですけれども、汚れや錆で固着がひどい状態でした。はい、今外れましたけれどもこんな感じですね。はい、そして次はブレーキホースマウンティングブラケットをキャリパーボディから外す作業をしております。ここは折れるとややこしい場所にあるのでペネトレートスプレーを入れて慎重に作業をいたしました。はい、そして次は盤上ボルトを外していきます。ここを緩めるとブレーキフルードが漏れ始めますので、下にはトレーを敷いておきましょう。はい、そして今ブレーキホースの先端に差し込んでいるのはウレタンスポンジですね。ウレタンスポンジを利用することによってブレーキフルードが漏れ出す分量を最小限に食い止めることができると思います。ブレーキホースの先端には2枚のシーリングワッシャーがついているので忘れないように外しておきましょう。このシーリングワッシャーは再利用せずに新品と交換いたします。取れました。はい、次にキャリパーボディをキャリパーブラケットから切り離す作業をしていきます。ここは2本のボルトで止まっていますけれども、ピンが共回りしてしまうのでスパナーで押さえながら外していますね。はい、今キャリパーボディが外れました。中身は一体どんな感じになっているんでしょうか。キャリパーの分解作業が楽しみですね。はい、そして最後にキャリパーブラケット。これはブレーキパッドを位置決めするための部品ですけれども、これをナックルから取り外す作業をしております。本当はですね、ブラケットを外す前にパッドを外しておいた方が良かったですね。もともとついていたブレーキパッドはディクセルのものでした。残りが 3mm、4mm ぐらいですかね。はい、では今外した部品を並べて見ていきましょう。外側が汚れてしまうことは仕方ないことですけれども、この状態はそれを超えて老朽化までいってしまってますよね。はい。キャリパー分解。はい、ではキャリパーを分解していきます。はい、まずキャリパーブラケットの右側、下側ですね。下側にあるピン A、これを抜いているところです。こちらのピンは特殊な形をした方のピンですね。グリスの油分もほとんどなく、ほぼ耳垢状態ですね。はい、そしてこちらのピンはピン B と呼ばれている普通の形、断面が丸いピンですね。いやいや、参りました。前のオーナーさん、見てますか？はい、次にピストンを抜こうとしております。このツールが冒頭でご紹介しましたワインドバックツールの中の一つになります。はい、そしてピストンはなんと黒い状態です。これ焼けたのかな？ピストンブーツももはやグリスゼロの状態でした。次に取り外しているのがピストンシールですね。この作業の時にボディに傷をつけないように注意しましょう。ここでスプリングコンプレッサーを使います。キャリパーボディの中にスプリングがあるのでそれをコンプレスしています。そして直角で鼻の長いタイプのスナップリングプライヤーで
サークリップを外そうとしております。はい、今外れましたね。ちなみに赤いテープは2つのソケットをつなぎ合わせるためのテープになります。専用工具があるかどうかわからなかったので試行錯誤の末思いついた方法です。サークリップを外すとスプリングカバーから、アジャスティングボルトまでこれは指で引き抜くことができました。引き抜いたものはですね、スプリング、スペーサー、ベアリングプレート、アジャスティングボルト、それからラバーカップになりますね。最後にね、キャリパーボディの奥に残っているスリーブピストンを叩き出しました。この時プライヤーでスリーブピストンを挟むと傷がついてしまうのでやめた方がいいと思います。そして最後にパーキングブレーキのレバーを外します。そしてそこでカムと言われるパーツを引き抜きます。はい、そして残されたカムブーツを今取り外しました。この中にはベアリングがあるんですけれどもね、まあひどい状態というかなんというかカサカサですね。グリスもねカスカスの状態で本当にもうギリギリ焼き付かなかったよかったねっていうギリギリの状態だったのかなと思いますね。分解したパーツの洗浄、錆落とし、塗装。分解したパーツをすべて並べてみました。ブレーキパッド、ピストン、ブーツ類以外は再利用していきます。洗剤はいつものように3種類使っております。1回目は汚れを落とす洗剤、2回目は錆を落とす洗剤、そして3回目はクレンザーですね。クレンジング、塗装の前の、表面を整える洗剤を使っております。純正リビルドキット開封の儀。ホンダ純正リビルドキットの中身を見ていきましょう。ピストンリングとピストンブーツですね。これはカムブーツですね。そしてピンブーツが2つ。これが各種グリスになります。3種類ありますね。それから盤上ボルト用のワッシャーシールが2つ。はい、そして最後にラバーカップとオーリングになります。ではすべて並べてみてみましょう。キャリパーボディ、キャリパーブラケット、パーキングブレーキレバー、これはキャリパー用の塗料で塗装してあります。キャリパーシールドとパーキングブレーキアームはエナメル塗装です。カム&カムブーツ装着。パーキングブレーキ用のカムハウジングの中にグリスを詰めていきます。ハウジングの中にはロールベアリングが組み込まれているのでグリスをよくなじませておきました。カムの中央に開いている穴はピン用の穴ですけれども、ここにもグリスを詰めておきました。カムブーツ取り付け用の溝の中とカムブーツの裏表すべてにグリスをなじませておきます。カム本体にもグリスをつけ終わったらカムハウジング内にカムを押し込んでいきましょう。カム本体には中央に穴が開いていますけれども、キャリパーボディのピストン側から覗き込んで正しい位置を確認しております。ピンからスリーブピストンまでの装着。この黒い小さな物体にもグリスをつけてあげます。そしてキャリパーボディ側からカムに差し込んであげます。サイドブレーキを引くとカム本体が回転してこの小さな黒い物体が押し出される仕組みになっているようです。この小さな黒い物体がさらにその先にあるピストンとブレーキパッドを押してパーキングブレーキがかかる仕組みになっています。この小さな黒い物体が直接押すのがこのスリーブピストンと呼ばれるパーツになります。スリーブピストンに取り付けるオーリングにもグリスを塗っておきましょう。ピンクのグリスはシール用のグリスで
オレンジのグリスは金属用のグリスだそうです。小さな黒い物体と触れる部分にもグリスをつけて定位置へ装着していきます。スリーブピストン側の突起とキャリパーボディ側のへこみを合わせていきます。Oリングが抵抗になって奥まで押し込むことができないので、スプリングコンプレッサーを使って定位置まで押し込んでいきます。スリーブピストンの突起の厚みの分だけ押し込むことになります。キャリパーボディ側のへこみに合っていることを十分に確認しましょう。ピストンシールの装着。はい、では次にピストンシールを装着していきましょう。まずシール全体にグリスを塗り広げていきます。キャリパーボディ側にはピストンシールを収める溝が掘られているので、そこにもこのグリスを塗り広げていきます。準備ができたらピストンシールをはめ込んでいきます。ちなみにこのリビルドキットには3種類のグリスが付属していますけれども、透明のグリスには用途が書かれていませんでした。調べてみたらピストンシールに使うということだったので、そのようにしてみました。正解はわからないので自己責任での作業をお願いいたします。そして正解をご存知の場合は教えてください。よろしくお願いします。カップからサークリップまでの装着。はい、ではスリーブピストンとブレーキピストンの間のパーツを組み立てていきましょう。各パーツの説明をしておきますね。画面の右下をご覧ください。右端からサークリップ、スプリングカバー、スプリング、スペーサー、そしてベアリングプレートになります。左手に持っているのがアジャスティングボルトで、右手に持っているのがラバーカップです。まず最初にアジャスティングボルトにラバーカップを取り付けていきます。ラバーカップの内側と外側にはグリスを塗る必要があります。グリスを塗り終えたらベアリングプレートを装着します。ベアリングプレートには表裏があるので注意しましょう。さらにスペーサー、スプリングカバーの順番で組み付けたらキャリパーボディに差し込んでいきます。その前にブレーキフルードをキャリパーボディの内側に塗り広げていかないといけません。準備ができたらアジャスティングボルトをスリーブピストンに向かって差し込んでいきます。アジャスティングボルトを組み付けてもサークリップで固定するまでは不安定な状態が続くので注意が必要です。定位置に組み付けることができたらサークリップを差し込んでいきましょう。キャリパーボディの内側には段差が作られていて、キャリパーボディの奥の方が直径が大きい作りになっています。ですのでサークリップは段差の向こう側に装着する形になります。ただスプリングの抵抗があるのでコンプレッサーを使ってスプリングカバーを押してあげましょう。こうすることによってキャリパーボディ内に取り付けた小さなスプリングが縮んだ状態を作ることができますので、サークリップを定位置に装着することが可能になります。この作業を行うときはキャリパーボディをバイスなどの上で固定した方が作業がやりやすくなると思います。撮影するためにバイスを使わずに作業を行ったため、サークリップを 100% 定位置に固定することができませんでした。なのでね、今プライヤーで最後の 10% ぐらいのところを押し込もうとしています。はい、これで OK です。ではパーキングレバーを取り付けてテストをしてみましょう。レバーをひねることによってカムが回転してアジャスティングボルトが前後に動くはずですね。はい、動いてますね。稼働テストも成功しましたので、スプリングワッシャーとパーキングナットでレバーを固定していきます。ちなみにスプリングワッシャーとパーキングナットもキャリパー塗料で塗装をしてあります。
はい、そして最後に規定トルクで締め上げておきましょう。ここの規定トルクは27ニュートンメーターになっております。ピストンブーツをキャリパーボディへ装着。はい、ではどんどん作業を進めていきましょう。次はピストンブーツをキャリパーボディに取り付ける作業になります。この作業は非常に時間のかかる大変な作業になりました。あちらを立てればこちらが立たずというか、向こう側を押すとこっち側が抜けてしまうんですね。向こう側をしっかり入れようと思って力を入れると、こちら側がしっかり抜けてしまうという、そういう感じです。なので気長にそろーりそろーりという感じで押し込んでいかないとダメだということが途中で分かりました。グリスをたっぷり塗ってあるということもあって、その最初の一箇所がなかなかカチッと入らない、そういう感じです。この作業だけでも30分ぐらいは格闘したんじゃないですかね。7割か8割入ったところでポロッと抜けてしまうということが何回も続きました。でもね、自動車整備に終わりのないことはないと言いますから、この作業についても無事に完了することができました。ピストンをキャリパーボディへ装着。はい、では今日のメインイベントですね。ブレーキピストンアッシーの取り付け作業になります。ピストンを今取り付けたばかりのピストンブーツの内側に差し込んでいくために、この作業はブリードホールからエアガンでキャリパーボディの内部に空気を送り込んであげます。そうすることで先ほど取り付けたピストンブーツが膨らんで、その膨らんだ瞬間にピストンの外側にかぶると、そういうことを想定しています。なかなかうまくいかないようですが入りましたね。エアガンのパワーはかなり強いので注意して作業することが必要です。はい、画面ではワインドバックツールでピストンをアジャスティングボルトにねじ込んでいっているところです。ブーツがねじれないように前後に動かしながら注意して装着していきましょう。はい、ではここでもう一度レバーを動かして稼働テストをしています。戻り位置が十分でなかったためピストンを増し締めしてもう一度テストします。はい、 OK ですね。はい、では最後にリターンスプリングを取り付ければキャリパーボディの組み立ては完成です。そうそう、取り忘れてしまったんですけれども、ブリードスクリューとサイドブレーキアームもこの後取り付けておきました。ピン&ピンブーツにグリス。はい、それでは次にキャリパーブラケットへピンとピンブーツを装着していきましょう。ピンには2種類ありますけれども、画面の向かって右側に特殊な形をしたピン、左側に通常のピンを取り付けていきます。画面の右側というのはキャリパーを取り付けた時のディスクに向かって下側になりますね。なぜ片方が特殊な形をしているのかということについて調べてみたんですけれども、答えが見つかっておりません。ご存知でしたら教えていただけると助かります。作業としてはまずスライドピンで十分なグリスをブラケットの内部へ押し込んでいきます。そしてブーツの裏と表にも十分なグリスを塗り広げておきましょう。さらにブラケットのブーツ接続部分とスライドピンのブーツを接続する部分にもグリスを十分に塗っておきましょう。グリスの準備ができたらブーツをブラケット側に取り付けます。この時エア抜き用のストローも準備しておくといいですね。スライドピンとストローを同時に差し込めばブラケット内のエアを十分に抜くことができると思います。
パーツのリビルド完了。はい、それではここでリビルドが終わった各パーツを眺めてみましょう。ボルトナット類ですけれども、磨いて錆を落として、ボルトヘッドはエナメル塗装してあります。はい、それからね、M6 サイズのボルトはいつものようにステンレス製に入れ替えておきます。キャリパーシールドもご覧のようにエナメル塗装をしてパリッパリの状態になりました。ブレーキパッドにシム装着。はい、ではどんどんいきましょう。次は純正パッドにシムを取り付けていきます。この前のパッドはディクセル製でしたけれども、泣き止めシムが装着されていなかったため、キー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 うるさかったですよね。今後ね、サーキット走行用のパッドに変えるにしても、一旦純正に変えておかないとその差がわからないので、このタイミングでは一旦純正に変えておきたいと思います。ちなみにこのホンダ純正の箱の中にはパッドとシムとグリスが全てセットになって入っていました。ブレーキパッドの装着。はい、ではいよいよブレーキパッドを装着していきます。ブレーキパッドを装着するためにはブレーキブラケットをナックルに装着してから作業を始めます。キャリパーやブラケットを再塗装した場合は、ボルトを通す穴が塗料で少し細くなっているケースがあるので、取り付け作業を行う前にボルトを仮通ししておくといいと思います。そしてボルト類は盤上ボルトを除いて全てのボルトをロックタイトで固定していきます。はい、そしてこれも毎度のことになりますけれども、ボルト類を締めるときは電動工具でいきなり締めない方がいいと思います。ボルト締めの最初のところは手で締めていった方がいいと思います。ボルトが斜めの状態でインパクトレンチやエアツールを使ってしまうとネジ山が壊れてしまう、そういう可能性があるからですね。はい、そしてこのボルト2本の規定トルクは55ニュートンメーターとのことです。キャリパーブラケットを装着できたら、準備したブレーキパッドを定位置に入れていきましょう。ブレーキパッドの上下を間違えることはないと思いますけれども、それから外側内側を間違えることもないとは思います。ただ左右があるので説明書をよく読んで間違えないように取り付けることが必要です。パッドの装着といっても何かで固定するわけではなくて、定位置に座らせるという感じになっています。キャリパーボディの装着。はい、この長い工程も終盤に差し掛かってまいりました。キャリパーボディを装着していきましょう。今先にキャリパーボディにボルトを通してしまってますね。これは再塗装したという理由もあるんですけれども、もう一つ、ボルトを穴に通してからロックタイトをつけるという意味もありました。はい、そして2本のボルトをスライドピンに差し込んでいきます。ディスクブレーキの構造から考えた時に、スライドピンのエア抜きが甘いとパッドの引きずりの原因になるんじゃないかなという気がします。わからないんですけども。なのでキャリパーボディを取り付ける時にスライドピンの部分のことが気になったのであれば、作業をやり直した方がいいんじゃないかなと思います。実際ね、私も右後輪の作業の時に、この取り付けの段階でずっと気になってたんですけどね、これはやっぱりちゃんとやんなきゃダメだなと思ったんで、エア抜き作業をやり直したという経緯があります。はい、無駄話をしている間に作業の方はトルク締めの段階に入っております。こちらの規定トルクは23ニュートンメーターとのことです。そうそう、ディスクブレーキのパッドを戻す力について調べてみたんですけれども、特にそういう構造ではないらしいですね。ご存知でしたら教えていただけると助かります。ブレーキホースブラケットの装着。
はい、では次にブレーキホースをキャリパーボディに固定しているブラケットを2本のボルトで固定していきます。このブラケットも元々のボルトもサビサビでしたよね。なのでボルトを外す作業も非常に時間がかかりました。やっぱりね、整備の中で一番時間がかかるのは固着との戦いなんですよね。なので今後そういうストレスがかからないようにするために、ここはステンレス製の新しいボルトを投入しておきました。そしてここの規定トルクは 9.8 ニュートンメーターです。パーキングブレーキケーブル接続。まだあるんかいというぐらい長い作業になっておりますけれども、今度はサイドブレーキ、パーキングブレーキのケーブルを接続する作業をやっていきます。まずアームにケーブルを差し込みました。そしてケーブルの先端にあるリングをキャリパーボディ側のレバーの突起部分に引っ掛けていきます。次にケーブルクリップを差し込んで、パーキングブレーキケーブルがアームから抜けないように固定していきます。非常にシンプルな構造ですよね。シンプルがゆえに緩みであったりとか破損であったりとか、そういうこともあるかもしれないので、点検はまめにやっておきましょう。盤上ボルトとシーリングワッシャー装着。はい、お次はブレーキホースを盤上ボルトで固定する作業です。シーリングワッシャーはリビルドキットに付属していた新品を装着いたします。このワッシャーにも表裏がありますので、間違えないように装着しましょう。ワッシャーの平らな面の方がブレーキホース側に来ると思います。盤上ボルトの装着作業の時にもブレーキフルードが漏れてきますので、漏れたブレーキフルードはそのままにせず、塗装を傷めるということなのでね、ブレーキクリーナーなどできれいにしておきましょう。はい、そしてここの規定トルクは34ニュートンメーターとのことです。キャリパーシールドの装着。そしていよいよ本当に最後の最後の作業になります。ここまでご視聴ありがとうございました。あと一歩ですので、もう少しご覧いただければと思います。これはレストアしたキャリパーシールドです。折れたボルトの先端も無事にアームから取り出すことができました。そしてここもステンレス製のボルトとスプリングワッシャーに変更しておきましょう。こちらの規定トルクも 9.8 ニュートンメーターですね。最後にマーキングをして作業は完了です。規定トルクで締めたボルトすべてにマーキングをしてあります。出来上がりの図。はい、こうしてブレーキキャリパーのレストア作業も終わりました。キャリパーの内部がカスカスだったことには非常に驚かされましたけれども、これで安心してこの車に乗ることができますね。盤上ボルトの取り外し。はい、では盤上ボルトから外していきましょう。前のオーナーさんからもらったね、過去の記録を見ると、多分5、6年はキャリパーを触ってないんじゃないかなと思います。なのでボルト類が舐めないように慎重に作業を進めています。盤上ボルトには2枚のシーリングワッシャーがついているので、取り外しを忘れないようにしましょう。はい、そして今ブレーキホースに差し込んでいるのはウレタンスポンジですね。これは必須アイテムだと思います。キャリパーボディ取り外し。はい、次はキャリパーボディを外していきます。キャリパーボディは2本のボルトでキャリパーブラケットに固定されています。固着気味なボルトを緩めるときには、まず最初に締め側に一発インパクトを与えるといいと思います。それからこの作業の時はメガネレンチとプラスチックハンマーを使うのが最近の自分の中での定番になってきています。錆びて固着したボルトは振動を与えるのも一つの緩める手だということが分かったからですね。
はい、今キャリパーボディが外れました。キャリパーボディの中にはブレーキフルードが残っているので、まき散らさないように注意しましょう。ブレーキパッド、ブラケット取り外し。はい、次はブレーキパッドを外しましょう。ブレーキパッドはブラケットに座っているだけなので、手で簡単に外すことができます。このパッドはディクセル製のパッドでした。パッドの残りはだいたい3ミリぐらい。泣き止め用のシムは付属していませんでした。画面ではキャリパーブラケットを外しています。2本のボルトを外せばナックルから切り離すことができます。この数本のボルトが命を支えていると思うと、作業もおのずと慎重になりますね。スライドピン&ブーツ取り外し。はい、ではブラケットのパーツから分解していきます。最初はブレーキパッドリテイナーですね。次はスライドピンを抜こうとしています。ブーツとピンの間に隙間を作ってあげると抜けると思います。いやグリスはもうパサパサですね。ブーツもバリッという音を立てながら外れました。まあこれが個人売買の闇というか、現状私の闇というか、そういったところなんでしょうね。はい、もう一本の方も状態を見てみましょう。少し取り外しに苦労してるようですけれども、これはどうしたかな。まさかの焼き付きではないですよね。さあどうでしょうか。お、抜けましたね。もうほぼグリスなしですね。これ本当にもう絶命寸前で救えた感じでしょうか。ピストン、ブーツ、シール取り外し。はい、ではエアガンを使ってピストンを押し出していきます。はい、抜けました。なかなか楽しくて病みつきになる作業ですけれども、エアガンの取り扱いには十分に注意しましょう。はい、そしてピストンブーツを剥がします。はい、外れました。パッサパサですね。次はピストンシールを外そうとしています。ビッグツールの先端でキャリパー内部に傷をつけないように注意しましょう。ブレーキキャリパー現状確認しましょう。はい、では分解したパーツを並べて見ていきましょう。ピストンシールを装着する溝が錆びてますね。グリス切れになって水が侵入して錆びたんでしょうね。皆さんのキャリパーは大丈夫でしょうか。そしてスライディングピンもネックの部分が錆びています。これもやはりグリスが切れて錆びたと思われます。こっちは大丈夫そうですね。そしてピストンの状態から見るとフルードの循環には問題がなかったようですね。はい、それではピストンシールパッドは交換、それ以外は錆びと汚れを落としていきましょう。各パーツの洗浄、錆び落とし、塗装。はい、ではまず最初にブレーキクリーナーでグリスの残骸を清掃していきます。スライドピンの錆びはワイヤーブラシを使って落としておきます。ブレーキパッドリテーナーにこびりついたブレーキダストもここできれいにしてしまいましょう。忘れてはいけないのはブラケット側にあるスライドピンホールの中に残ったグリスの掃除ですね。グリスの残骸がたくさん取れました。グリスが取れたらいつものように3種類の洗剤を使って洗浄していきます。私の場合は1回目に錆び落とし剤、2回目がメタルクリーナー、そして3回目に塗装前のサーフェスを整えるコンディショナーを使います。はい、キャリパーはガングレー、そしてボルトヘッドはエナメルブラックで塗装してみました。純正リビルドキット開封の儀。リビルドキットの中身を見ていきます。黒い輪っかがピストンシールですね。それからピストンブーツ、3種類のグリスが入っています。あとスライドピンブーツが2個、盤上ボルト用のシーリングウォッシャーが2枚。リビルドキットの中身は以上です。スライドピンとビンブーツ装着。はい、それでは綺麗になったキャリパーブラケットにスライドピンとスライドピンブーツを取り付けていきましょう。
スライドピンの形状は左右で違います。作業の際は必ずマニュアルを読んで左右間違えないように取り付けていきましょう。画面向かって左側、今取り付けているスライドピンが特殊な形をした方のスライドピンです。オレンジ色のグリスがスライドピン用のグリスだそうです。スライドピンホールの中、それからスライドピンブーツの内側、ブーツとブラケット、そしてピンとブラケット、それぞれの接続部分に十分グリスを入れておきましょう。エア抜きには缶スプレーのストローを使っています。エア抜きが不十分だとパッドを引きずる原因になるらしいので、しっかりエアは抜いておきましょう。ではもう片方のスライディングピンを入れていきます。こちら側は普通の形のピンですね。なぜ左右のピンの形状が違うのか、そしてなぜ左側のピンが特殊形状なのか、少し調べてみたんですけれども答えが見つかりませんでした。ご存知でしたらコメント欄から押していただけると助かります。はい、作業も終わり2本目のエア抜きをしています。エア抜きが不十分だなと思ったら放置せずに納得いくまで作業をしましょう。ピストンシール装着。キャリパーボディの内側にはピストンシールを収める溝が彫ってあります。ここには透明のグリスを使うそうです。キャリパーの溝とピストンシールにグリスを塗り広げて定位置へ入れていきます。ピストンブーツ装着。はい、次はピストンブーツの装着作業になりますが、先週に引き続き今回も非常に苦労しました。今画面で映っている作業が通算で4回目の作業になりますので、少しは上達したかどうかご覧ください。作業としては非常にシンプルで、キャリパー側にある溝にピストンシールをはめ込んでいく、ただそれだけです。キャリパー側とピストンブーツ両方にたっぷりとグリスを塗り広げてあります。作業中にキャリパーボディが動いてしまうとピストンシールが飛び出してしまうので、しっかりとバイスに固定して作業に臨んでおります。さあどうでしょうか。先週の動画でお見せした作業内容に比べると少しは上達したんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうね。やっぱりピストンブーツのラバーが馴染んでこないと入らないのかなと。こうやってね、指でなじませてあげてそろりそろりと押し込んであげていくと、ある時点を境目にブーツが自分から最後の 5% のところを収めようとしてくれるというか、そんな感じですね。今回は15分で装着することができました。この後ピストンを入れるのでブレーキフルードを塗っておきます。ピストン装着です。はい、このピストンもホンダ純正のピストンを購入してあります。この内紙っていうんでしょうか、これは錆を防止するための特殊な紙みたいですね。パーツの包装にも一つ一ついろんな工夫があるんですね。恐れ入ります。ピストンにもブレーキフルードを塗ったら準備完了です。これはエアガンを使ってブリードホールからエアを入れることによってピストンブーツを膨らませて、膨らんだ瞬間にピストンにかぶせると、そういう作業になりますが、今一旦かぶさったんですけれども油断をしたので抜けてしまいましたね。はい、もう一度挑戦しましょう。今度は抜けないようにしっかり押さえ込んでいきます。はい、今かぶりましたね。大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。はい、次にですね、手で押し込めるところまでピストンを押し込んでおきます。はい、ここまでですね。はい、そして次にワインドバックツールを使ってピストンを押し込んでいきましょう。この作業でも入り口のところがカチッと入ってしまうと、あとはスルッと入っていきます。
そしてピストンの溝にブーツが収まることを確認をして、はい、そして最後まで押し込んでいきましょう。はい、これでピストン装着は完了です。ブレーキパッド装着。はい、リビルド作業が完了したので、画面はナックルへと移ります。まず最初にガングレーに塗り直したローターをハブに装着しています。そしてキャリパーブラケットをナックルに装着していきましょう。ここから先の作業は外した時の作業の反対の順番で進んでいきます。ブレーキ周りも特に安全走行に関係するところですから、各ボルトにはロックタイトを使って、そしてなるべく正確に規定トルクでボルトを締めていっております。パッドに泣き防止シムを取り付ける場面を取り忘れてしまいました。ピストン側がシム2枚、外側が1枚という構造でした。キャリパーボディの装着。次にキャリパーボディを装着していきます。キャリパーボディには左右の違いがあります。左右のブレーキを同時にリビルドするということはないとは思いますけれども、もし同時に外す場合は左右が違うので注意が必要です。キャリパーをよく観察すると左右汎用のデザインになっていると思います。ただプロダクションの段階でブリーダーホールが上に来るように準備されていると思います。いずれにしましても DIY 整備の場合は左右同時に外してしまうということは避けた方がいいでしょう。盤上ボルトとシーリングワッシャー装着。はい、では最後の作業になります。ブレーキホースに詰めておいたウレタンスポンジを外します。新品のシーリングワッシャー2枚と盤上ボルトを準備したら、シーリングワッシャー2枚でブレーキホースを挟む形でブレーキホースをキャリパーボディへ固定していきましょう。ワッシャーには表裏がありますので、平らな方がブレーキホース側に来るように装着すると思います。新品のワッシャーは潰れるまでに少し時間がかかるので、メガネレンチを使った方がいいと思います。そしてワッシャーが落ち着いてから規定トルクで締めていきましょう。マーキングをして本日の作業は完了です。リビルド完成の図。はい、足回りのレストアもだいぶ進んできましたね。ボールジョイント、ブッシュ類の交換、そして今回ブレーキキャリパーのリビルドと再塗装、ブレーキパッドの交換まで完了いたしました。足回り的には次はハブベアリングの交換を計画しております。リザーバタンクのフルード入れ替え。リザーバータンクに新しいブレーキフルードを入れる準備をしていきます。ブレーキフルードはボディのペイントに接してしまうとペイントを腐食させてしまうということなので、ウエスを巻いておきます。リザーバタンクのフィルターは取り外しておきましょう。この S2000 にはブルーのフルードが入っていますが、銘柄などは分かりません。古いフルードを抜くときには注意点があります。マスターシリンダーの中に空気が入らないようにしないといけません。リザーバータンク内のフルードを抜きすぎないようによく注意しながら作業をしています。今回初めてフルード交換にチャレンジするのでおっかなびっくりやってますね。これぐらいで納得したようですね。どれぐらい抜けたかというと、だいたい 80ml ぐらいでしょうか。リザーバータンクの空いたスペースに新しいブレーキフルードを注入していきましょう。先ほど避けておいたフィルターを戻し忘れないようにしましょう。準備したフルードは 100ml ぐらいですね。リザーバータンクにマックスの線がありますよね。新しいブレーキフルードはマックスのラインまで入れておきます。ブレーキ1箇所の作業が終わったらその都度
新しいフルードを追加注入していくことになります。セルフブリーディングの準備。今回の作業のために購入したワンウェイバルブ付きのブリーディングボトルがこちらになります。一人で作業をしていくにあたって GoPro 2 台 iPhone 1 台体制で作業に臨んでいきたいと思います。向こう側に見えている GoPro は録画用で、絵としてはこちらですね。この絵になります。ブリードスクリューを含めたホース、ボトル全体が映る画角で撮影をしていきます。もう一つの GoPro では録画はしておりません。これは運転席に置いてある iPhone のアプリとつないで iPhone 越しに作業をモニターしていきたいと思っています。iPhone から見た風景はこのような感じになります。iPhone の画面録画もしていきたいと思います。作業中にエアが混入する可能性について。逆流防止ボトルを使っても空気が混入する可能性があるらしいので、自分の理解を図解していきたいと思います。ブレーキを踏むと白い矢印の方向に向かってフルードが押し出されます。赤い部分は空気が混入する可能性のある場所です。ブレーキから足を離すと矢印の方向にフルードが戻される力が働くと思います。ブリードバルブを緩めすぎたり、ブリーディングホースが緩すぎてしまうと赤いところから空気が混入します。このように外部からキャリパー内に空気が侵入する可能性があるということが分かりました。このような状況でブレーキを踏み続けると、ホースの中に空気が永遠に送り出されるということになります。このようなリスクがあるみたいなのでね、無限エア抜きにならないように注意していきたいと思います。右前輪から一人エア抜き、諸説あり。はい、では肩の力を抜いて一つ目の作業を見ていきたいと思います。初めての作業のさらに一つ目のブレーキキャリパーになりますので、作業これスローモーションではなくてですね、非常になんて言うんでしょう、もたもたしてますね。もたもたしてる感じがあると思いますが、まあちょっと面白おかしく見てください。はい、今一生懸命ねブレーキ踏んでいて、この踏み方もね、一体どれぐらい強く何回踏んだらいいのっていうのがわからないままやっているので、しかもなんかもうこれ終わっていいと思うんですけどね、空気も抜けてるし新しいフルードも出てきてますんで、今思えばもう大丈夫じゃんと思うんですけれども、なかなかね決断できずにもたもたして今ようやく出てきた感じですね。はい、もういいのかなと思いながら、なんかまだ迷って今ブリードスクリューを締めたところです。はい、ホースの中にあるフルードは、高低差でボトルの中に自然に入っていきますね。はい、そして減った分のフルードはまたリザーバータンクの中に追加しておきました。という感じで第1回目のね、第1個目が終わりました。左前輪一人エア抜き失敗談。2回目の作業というのはどうなんでしょうね。慎重になるのか大胆になるのか。今回の場合は慎重になってしまいまして、今ブリードスクリューを開けましたけれども、ここでほとんどスクリューを開けていないんですよね。だからブレーキをいくら踏んでもフルードが抜けるわけがないということで、今なんでだろうという感じで出てきまして、ブリードスクリューを今少し開けてみました。これもいろいろ調べてみると、もちろんブリードスクリューの構造とか、古さとかにもよるとは思いますけれども、整備士さんなんかの動画を見てみると、
まあ90度ぐらいはひねってるみたいですね。ここの作業では70度か80度ぐらいのブリードスクリューの回路になっていると思いますけれども、エア抜きも無事に進んでいますし、新しいフルードも出てきていますね。まあ画面では慎重にエア抜き作業を続けておりますけれども、 iPhone 越しに見てもエアが詰まってはいないですし、新しいフルードの色になってますよね。まあ慎重にねやるのはいいんですけれども、あんまり慎重にしすぎるとリザーバー内の新しいフルードが足りなくなっちゃうんでね、注意しないといけません。撮影用の GoPro からの画角だとホースの色が青く見えたんですけれども、今こうやって見ると新しいフルードですよね。これはまあ光の具合だったんでしょう。2個目の作業だからだと思うんですが、余裕が出てきたのか漏れの確認作業をきちっとしてるみたいですね。4輪すべて終わったところでブレーキクリーナーで掃除をしてあるので心配しないでくださいね。はい、ここでまた忘れずに追加で新しいフルードをタンクに入れておきます。作業の手順は紙に書いて置いておくといいかもしれないですね。左後輪一人エア抜き問題発生。調子に乗って3個目の作業に入っておりますけれども、ここで問題が発生いたしました。先ほど図解で説明をいたしましたけれども、エアーがホース内に永遠に出続けるという現象に遭遇したんですね。この水色の円の中拡大しているので分かりますかね。ブレーキを踏み続けていてもエアーが出続けているんですね。ところが白い円のところ、これ分かりますかね。エアブロック、ホースの中にエアーが溜まって進まないという状態になっています。はい、なので、ブレーキを踏み続けても何て言うんでしょうか、作業的には空回りが続いている状態っていうんですかね。踏んでもホースのつなぎ目なのかブリードスクリューなのかどちらかわからないんですけれども、そこから、外部の空気が入ってブレーキを踏めばホースの中に気泡が送り出されると。新しいブレーキフルードは全くホース内に送り出されないという状況になっています。もちろんこの作業中におかしいなとは思ったものの、こういう現象が起きているということ自体には気づいてないんですね。あれどうしたのかななんて思いながら今出てきましたね。はい、そしてホースをチェックして漏れをチェックして、空気が入ってるよねということで、何を思ったのかここで一旦作業をやめて右の後輪を先にやることにしたようです。 DIY 整備ですから、ちょっとうまくいかなくても焦らずゆっくりやれるところがいいですね。右後輪一人エア抜き完熟しました。新しいフルードをリザーバータンクに追加して4個目の作業に入りました。ブリードスクリューの回路も90度ぐらいですね。さあテンポよく終了するのでしょうか。今踏み始めたみたいです。躊躇することなくブレーキを踏んでいますね。はい、今これ色がこれも光の具合ですね。なぜかねこの4個目の作業の時にはもともとの青いブレーキフルードがあんまり出てこなかったんでね、これはパイプの構造なんですかね。よくわからないですけれども、4個目になると作業にも慣れてきてエア抜き、ブレーキの踏み方、それから作業の終わりの見切り、この辺もだいぶ良くなってきましたね。はい、ということで、こんな感じで4つ目の作業はテンポよく
終了しまして、そして先ほどうまくいかなかった左の後輪をもう一回やろうとしていますね。はい、今回はどうでしょうね。もしここで問題があると、左の後輪のキャリパー自体に問題を抱えているということになるので、ちょっと心配だったんですけれどもね。はい、今回は全く先ほどのような現象はなく、エア抜きもすんなりできまして、新しいフルードへの入れ替えも順調に作業を完了することができましたね。確認と計量。実はユーザーマニュアルにも整備マニュアルにもブレーキフルードが何ミリリットルですという表示がないんですね。なので、500ミリリットル入りのボトルを今回は念のため3本購入してあります。今日の作業でリザーバータンクに入れたフルードは 500ml 弱です。最初にシリンジで抜いた分量と下から抜いた分量を計量してみたら、だいたい 400ml ぐらいだったんですね。前回の動画でキャリパーのリビルド作業をやっていますけれども、その時にすでに 100ml ぐらい抜けてると思うんですね。なのでだいたい 500ml のボトル1本分がシステム内に入っている容量だと思われます。ということで、初めてのフルード交換作業、面白おかしく見ていただけたら幸いです。ガレージの水平をざっくり測る。アライメント計測のマニュアル類をいろいろと読んでみると、計測の前提条件として3つほど挙げられていました。1つは計測時の床が水平であること、2つ目は空気圧、3つ目は車高、それぞれが規定の数値であること。この3つが揃って初めて計測された結果を推奨されている数値と比較することができるということらしいですね。ざっくり計測してみたところ、やはり水平ではありませんでした。左後ろ下がりみたいな感じだったので、それぞれ厚みの違うボードを購入してきまして、それで対応しようということに決めました。精密に測ることが目的ではありませんので、これでいいかなと思っています。アライメント調整の仕方を勉強したり、車の特性を理解したり、そういうことができればいいので、最低要件としてこんな感じでいいんじゃないかなと思います。車高調を入れた時にショップに持っていけばいいかなと。キャンバー現状計測と5年前との比較。今日は5回セッティングを変更するので、全部で6回計測することになります。まず最初はレストアをした現状のキャンバーを測っていきたいと思います。レストア後のテストドライブではステアリングが重くなったなという感じがありましたので、おそらくキャンバーがついてる方向になってるんじゃないかなと思います。ご覧のようにボードをタイヤの側面の端から端に当てて計測しているので、突っ込みどころ満載だと思います。次回からはホイールにメタル製の器具を当てる方法でやりたいと思います。計測結果としては、フロントの最大でネガティブ1度30分、リアが2度30分でした。5年前の計測記録によると、フロント、リアともにメーカー推奨値だったようです。この5年間の走行距離は約6000マイル、1万キロでした。ネガティブが増した要因は分かりませんが、今日の作業では約1度戻していくことになります。キャスター現状計測と5年前との比較。次にキャスターの現状計測をしていきます。試験走行の時はステアリングの戻りが悪くなったなと思ったので、おそらくキャスターが足りない状態だと思います。コーナーの立ち上がりでステアリングが戻らないのは気持ちが悪いので、きちっと直したいですよね。
この器具の計測方法は右に20度切って測り、左に20度切って測るというものです。S2000 の場合はハンドル1回転が20度でした。計測結果は4度15分と4度でした。5年前の記録では5度16分、5度25分ともに規定値よりも足りない状態だったようですね。今回の計測ではさらに1度キャスターが足りなくなっているので、ターゲット6度に向けてセッティングしていくことになります。当現状計測と5年前との比較。次は等角の測定です。使い方としては計測針を0に合わせて、タイヤのセンターに合わせてその上を走り抜けると、そういう感じです。詳しくはメーカーさんが出している動画をご覧ください。計測結果としてはフロントはメーカー推奨値の範囲内でした。リアはトーインが足りない状態でした。5年前の計測記録ではフロントは同じですけれども、リアは今よりも足りない状態だったようです。リアのトーインを3ミリ増やす設定にしていくことになりますね。17インチホイールの場合3ミリは24分です。キャスターボルトを中央に調整。中央からやや内側にある左前輪のキャスターボルトを中央に戻していきます。プレートの目盛りもリア側に来るように設定しました。このセッティングによってキャスター角が増えているはずですが、どうでしょうか。結果としてはキャスター角が45分、キャンバー角も38分増えたことになります。初めての調整になるので、この時点ではキャスターが増えたね、キャンバーも増えるもんなんだね、等は変わらないのかなという感じで思っていました。一方で右前輪のキャスターボルトは今一番右側、一番外側にあります。キャスターボルトを一旦中央に戻すと、どのように測定値が変わるのかということを見ていきましょう。結果としてはキャスター角に変化は見られませんでした。キャンバー角への影響は15分ネガティブが減った。等角への影響はありませんでした。どうなんでしょうね。これは4度を超えてキャスターが立たない構造になっているんでしょうか。それともガイドプレートにへたりが出てきているのか、あるいは計測方法が悪いかですね。キャンバーボルトを中央に調整。次にやや内側にある左前輪のキャンバーボルトを中央に変更してみました。この設定変更によってネガティブキャンバーが増えているはずですよね。ところがキャンバーは変わりませんでした。一方でキャスターが45分経って等角も 1.2 ミリアウト側に増えました。セッティングを変更する都度車を下ろして揺すったり前後に動かしてはいるんですけどね、ちょっとわからなくなってまいりました。次に右前輪ですが、やや外側にあるキャンバーボルトを中央に変更しました。上を向いていたプレートも下を向くように変更してあります。このセッティングの変更によってネガティブキャンバーが減るはずですけれども、どうでしょうか。結果としてはキャンバー角に変化は見られず、キャスター角は30分増えて等角は 0.8 ミリイン側に触れていました。設定変更に対して得られた結果としては、左前輪も右前輪も同じような特性があったと思います。キャスターボルトを中央から最大へ調整。キャンバーボルトはそのままに、左前輪のキャスターボルトを一番外側左側になるように設定変更しました。この前の結果を参考に考えると、キャスターとキャンバーが増えているはずですよね。結果としてはキャスターが45分増えましたが、キャンバーは変化ありませんでした。今回は等角も 0.8 ミリイン側に触れていました。
この変更によってキャスターの目標値である6度になってほしかったんですが、それはできませんでした。変化の特性も変わってしまい、ハテナマークですね。次に右前輪ですが、キャンバーボルトは中央のまま、キャスターボルトを一番外側まで設定変更してみました。キャスター角は6度になってくれるでしょうか。結果としてはキャスター角が30分増えてくれました。一方でキャンバー角はネガティブが約1度減って、等角も 0.9 ミリイン側に触れるという結果になりました。ますます傾向が読めなくなってまいりました。ネガティブキャンバーを増やしてもキャスターが6度には近づかないような気がしますね。キャンバーをファイン調整。左前輪のネガティブキャンバーを減らしていきます。キャンバーボルトを中央から内側に2メモリ変更して設定しました。ここまでの設定変更で全く変化が見られなかったんですけれども、ようやくですね、今回キャンバーが目標値であるマイナス0度30分になりました。さらにキャスター角も目標値である6度を達成しました。なんかすごい嬉しいです。党員が増えてる分は後でタイロットで調整しておきましょう。右前輪についてはネガティブキャンバーを15分増やしたいので、中央にあるキャンバーボルトを外側右側に1メモリ分設定変更しました。今日のここまでの設定変更で読めるのは、この変更でキャスターが減るだろうなということですね。ともかくキャンバーは目標値である0度30分を達成しました。等角は 1.9 ミリアウト側に触れました。ちょっと振れ幅が大きいような気がしますね。やっぱり右前輪は闇が深いな。どうしたもんだか。ステアリングセンターの修正。はい、では最後にステアリングセンターを合わせていきたいと思います。レストア直後のテストドライブではステアリングが左に傾いた状態でした。それはハンドルをまっすぐにすると車が右に寄っていくという状態だと思うので、あと若干ではありますが、今トーインの状態ということもありますので、左前輪のタイロットを伸ばして調整することにしました。伸ばす分量としては、とりあえず1回目としては目印から1回転ということにしてあります。伸ばす方向なので、タイロットエンドに対してタイロットを左回転させるという調整になりますね。目印としては赤い円の中に見えてくる数字と白い点ですね。この目印がちょうど1回転するように設定をし直しました。この S2000 を購入した直後はタイロットの溝やタイロットエンド固定ナットが固着していたことを覚えていらっしゃると思います。あの時の状態から比べるとレストア後の今の状態は覚醒の感がありますよね。開発者の方が純正に与えてくれた機能ですのでね、しっかり整備をしていつでも使えるようにしておきたいと思います。そうこうしているうちに等角の再計測が終わったようです。左前輪のタイロットを1回転分伸ばした結果、左側の等は等インが3分減って、右前輪の等がアウト側に3分増えたという結果になりました。トータル等は 0.8 ミリ増えましたので、タイロット1回転につき 0.8 ミリの変化ということになりました。テストドライブと青い空、白い雲。本日のアライメント調整の結果を確かめるためにテストドライブに出ております。ネガティブキャンバーが強すぎたためにやや重いなと思っていたステアリングですけれども、今回の調整によって適度な重さに改善しております。ステアリングの戻りが悪くてコーナーの立ち上がりにやや不安があった件ですけれども、左前輪のキャスター角が改善したことによってステアリングのフィーリングも
6割ぐらい改善したかなというふうに思います。そして左に傾いていたステアリングセンターも中央に改善されました。街乗りの低速走行でも感じることができる変化ですから、今回の調整幅はかなり大きかったと言えるでしょうね。S2000 最高です。シリンダーヘッドカバーを外す。早速シリンダーカバー周辺のいろいろなものを外していきますね。今コイルカバーが外れました。S2000 のエンジンの位置が非常に低いところにあるので、腰には辛い作業になりますね。今一生懸命外そうとしているのはイグニッションコイルのボルトです。10ミリ用の長い T バーを持っていればよかったんですけどね。そして場所を変えてハーネスを外そうとしております。ハーネスホルダーはイグニッションコイルが4箇所、それからトップデッドセンターセンサーが2箇所、全部で6箇所を外すことになりますね。ソケットが外れたらハーネスを邪魔にならない低い位置に押し下げておきましょう。コイルを外したら一応念のためですね、順番にこれはどこから抜いたか分かるように並べておきました。あと動画撮れてなかったんですけれども、 PCV パイプとブリーザーパイプはすでに外してあります。はい、もう少しでシリンダーヘッドカバーのボルトすべてが外れると思います。この作業の時にボルトやワッシャーをエンジンの隙間に落とさないようによく注意して作業を行いました。この段階でオイルフィラーキャップとディップスティックも外してあります。周辺のものをすべて外したら、あとはシリンダーヘッドカバーを引き上げるだけですね。スパークプラグシールとスパークプラグガイドがしっかりとくっついているので、そこが一番抵抗になっていたと思います。エンジンルームの奥のスペースが非常に狭いので、ヘッドカバーを真上に引き上げながらボディをかわしながらという作業になりますね。はい、ということで今ようやく苦しい体勢ながら外すことができました。トップデッドセンターセンサーとパッキン類を外す。シリンダーヘッドカバーを作業台に移動してまいりました。まずトップデッドセンターを測るセンサーが2つついているので、それを外そうとしています。この2つのセンサーはボルト1本ずつでそれぞれ固定されていますが、ヘッドカバーから引き抜く時にはオーリングが抵抗になっている感じでしたね。後で調べたところ、この2つのセンサーは全く同じ品番のセンサーということでした。作業中はわからなかったのでタイラップで目印をつけていたようです。次にヘッドカバーパッキンを外していきます。この部品は新品に交換します。そして4箇所あるスパークプラグホール、ここにもパッキンがついているので、これを外していきましょう。ただこの後ね、ここで GoPro がバグってしまいまして、この跡が取れてないんですね。なのでちょっとズームインしていきましょう。わかりますかね。これが、スパークプラグホールについているシールになります。で、これを外す作業の時にヘッドカバーには絶対に傷をつけたくないじゃないですか。なのでいろいろ調べてみたら、こんな感じで作業するといいよということが分かりました。私の場合はサイズの大きめのマイナスドライバーで作業をして問題なく取ることができました。こういう先の曲がった工具があればよりやりやすいかなと思います。いずれにしても落ち着いて傷をつけないように作業をしましょう。ペイント剥がしと足付け。現状のヘッドカバーにはかつて結晶塗装だったであろうものがまだ半分ぐらい残っているのでね、
剥離剤を使って塗装を剥がしていきたいと思います。剥離剤はいつも使っているものと同じ剥離剤でね、2、3分でもう全てめくれてくる感じだったので、今回の作業は非常に楽でした。塗装のカスと剥離剤を水で流して戻ってきたところですけれども、これからね、少し粗めのサンディングパッドを使って表面を整えていきたいと思います。ヘッドカバーはまだ塗装を落とした直後ですから、油分や汚れなどが残っているということでね、この段階でしっかりそういうものを取っていくという作業ですね。足付け作業が終わったらいつものようにアイソプロピルアルコールを使って極力表面の油分を取り除いておきました。マスキングとスプレー塗装。塗装をする必要のない場所にはマスキングをしておきましょう。今マスキングをしているところはオイルフィラーキャップの場所ですね。基本的には穴の開いているところの周辺は全てマスキングをしておきました。次に塗料の準備をしていきますけれども、説明書によるとまず最初に2分間振り続けてくださいということだったので、一生懸命振っておきました。塗料の準備ができたらヘッドカバーを塗装ブースへ設置しました。インストラクションによると3回塗ってください。1回目と2回目、2回目と3回目はそれぞれ5分間隔を空けてくださいということでした。それから1回目は横、2回目は縦、3回目は斜めのアクションで塗ってくださいということも書いてありましたね。これが3回目を塗り終わった直後の状態ですね。垂れない程度にもりもり塗ってくださいということだったので、こんな感じになっております。短波赤外線ヒーターで結晶化を加速。3回目の塗装が終わってから約2時間で放っておいてもね、約2時間で結晶状態になりますよということだったんですけれども、この日はちょっとね、気温も低めだったので、手よく言うとですね、気温も低めだったのでと、早く結果が見たかったんで、短波式赤外線ヒーターというのを使って、表面を温めているという作業になります。このヒーターは Amazon で購入したもので、かなりパワーのあるヒーターなんですけれどもね、こういう火事になる危険性のある作業をするときには、私の場合は消火器は2本、それからバケツに水を張って作業をしております。今ご覧いただいている動画は10倍速なので、だいたい1分ぐらいですからね、実際の作業としては10分ちょっとで結晶化したという感じになると思います。今回初めての挑戦になるので、塗りムラができたりね、うまくいかない時には1回剥がしてまたもう1回やればいいやという感じでね、気楽に作業をしたんですけれども、綺麗にできたかなと思います。使用した塗料は先ほどの缶の約半分ぐらいだと思います。オイルフィラーキャップパッキンの交換。ここでね、オイルフィラーキャップのパッキンを新品に交換しておきたいと思います。このパッキンはもちろん純正なので合わないはずはないんですが、一応ね、念のために今ついているものを外す前に同じサイズだよねということを確認してから外しました。 DIY 整備を始めてから、もしこれを外してしまって新しい部品がつかなかったらどうなってしまうのというのをね、先に考えるようになりましたね。慌てんぼうの性格も改善したかな。スパークプラグホールシールの取り付け。では最後に新品のスパークプラグホールシールを取り付けていきたいと思います。
準備したものは WD-40 とサイズが合うソケットです。シールがホールに対してまっすぐに入る向きを確認してから、ソケットでゆっくりと慎重に、叩いているというこういう流れの作業になります。ここで曲がったり無理に押し込んでしまうとシールが曲がってしまってオイル漏れの原因になるということなのでね、焦らず少しずつ慎重に、押し込んでいくというのがいいんじゃないかなと思います。ソケットを叩く音がトントントンからキンキンという高い音に変わるときが OK の合図ですね。申し訳ありません。手が邪魔ですね。指先でシールの座り具合を確認していますが、この時にまだもう少しということがわかる感じでした。はい、ではしばらく慎重すぎる作業を見守ってみましょう。レストは完成の図。コイルカバーを乗せてみるとこんな感じに仕上がっています。マスキングを外した状態はまさに遠目に見ると新品のようにも見えなくもないですね。次回の動画では組み付けの状態もお届けしますので楽しみにしていてください。スパークプラグ点検から交換。記録によるとスパークプラグの交換は約7年前だったみたいですね。整備マニュアルによると6年ごとの交換になっているので、これはもうすぐに交換しないとダメですね。今思えばバルブクリアランスの調整もやっておけばよかったんですけれども、なんか忘れちゃったんでまた今度にしたいと思います。このプラグの走行距離は約2万キロだったみたいですね。エレクトロードギャップは 1.2 ミリ以下でした。このプラグの状態についてコメントをいただけると助かります。という感じで古いプラグの点検は終わりましたので、新しいプラグを取り付けていっております。この後テスト走行をして焼け具合を点検していきたいと思います。そうそう、新しいプラグをつけたばかりの時の走り方というのは何か特別なやり方ってありますか？ご存知でしたらコメント欄から教えてください。シリンダーヘッドカバーと周辺部品の装着。シリンダーヘッドカバーを装着するときにスパークプラグホールを指で掴んで装着作業をするといいという情報があったので、そのようにしております。そして新しく装着したスパークプラグホールシール、それがスパークプラグホールガイドとしっかり噛み合っているかというのを今チェックしています。ヘッドカバーパッキンも正しい位置に座っているかどうか確認しておくといいと思います。ハーネスを定位置に戻したりセンサーを接続したりということもやっておきましょう。そして新しいヘッドカバーワッシャーの座りも確認していきます。ワッシャーもパッキンも新品ですのでね、ボルトの締め方が偏らないように注意しながら締めています。最後に規定トルクの12ニュートンメーターで増し締めしておきました。ボルト締めの後は目視でパッキン類の座り具合を確認しておきました。そして次はイグニッションコイルを装着していきます。イグニッションコイルは元の位置に戻す形で装着することにしました。今後いつ突然不具合が発生するかわからないのでね、場所は変えずに同じ場所に戻しておきました。このボルトも規定トルクは12ニュートンメーターです。次にインマニカバーと PCB パイプ、ブリーザーパイプを接続装着をして
コイルカバーを装着するとこんな感じになりました。となるとですね、ソレノイドバルブ周辺の汚れが気になりますよね。エンジンオイル下抜き、変なもん出た。サンププラグがサビサビだったので心配でしたけれども、問題なく緩めることができました。先ほどオイルの銘柄不明というふうに言ったんですけれども、よく調べてみたらカストロールエッジという銘柄だったようです。そして前回の交換日は約10ヶ月前、走行距離はそれから1500キロぐらいだと思います。今オイルフィルターも外しているんですけれども、取れてなかったので音だけで申し訳ありません。使われていたフィルターはブランドが不明、韓国製のものがついてましたね。オイルの状態は1500キロでもまあまあ汚れるもんなんですね。はい、そしてこれなんかわけのわからないものが出てまいりました。ワイヤーブラシっぽくも見えますよね。エンジン内の部品ではないと思います。はい。VTEC ソレノイドバルブユニットの整備。外側の汚れが気になったソレノイドバルブユニットですけれども、内側の整備もやっていきたいと思います。マニュアルによると整備のポイントとしては2点あるようです。1つ目はフィルターの状態、2つ目はバルブの状態ということなので、この2点をチェックしていきましょう。フィルターはガスケット部分が押しつぶされて平らになってしまっているので、ここは新品に交換をしていきます。こちらがソレノイドバルブですけれども、スプリングの状態も問題がないと思います。スイッチ側と本体の間にあるガスケット、これもかなり押しつぶされた状態だったので、新品に交換をしていきます。フィルターは純正で購入可能ですけれども、ガスケットの方は純正販売がないということなので、バラードスポーツというところから調達いたしました。ユニット内部とソレノイドバルブ本体はブレーキクリーナーで清掃してあります。ユニットの外側についてはワイヤーブラシで磨きをかけてあります。まあまあそれなりに綺麗にはなったかなと思いますが、いかがでしょうか。新しいガスケットとフィルターの装着の時にはエンジンオイルを少しまぶしておくということなので、そのように作業をしてあります。ガスケット類、フィルター類も装着して、ソレノイドバルブも元の位置に戻せば、これで組み付け準備が完了になります。圧力バルブの電気的な抵抗チェックもやらないといけないんですけれども、これは道具が今ないので後回しにしてやります。 VTEC が効かないなという時には抵抗チェックをすればいいという状態になりました。 VTEC ソレノイドバルブユニットの装着。これまでにオイル漏れがあった痕跡はないんですけれども、今後ね定期的に観察していきたいので、ここの部分はよくブレーキクリーナーで洗浄しておきました。結局ねソレノイドバルブユニットの整備といっても、ボルトを3本外して、分解してブレーキクリーナーで洗浄して外側の磨きをかけて、フィルターとガスケットを交換しました。そしてまた3本のボルトを戻していきます。こういう単純な整備だったんですけれども、こういうことって結構大事だと思うんですよね。細部にいつも注目して気を配っておくと、そして、たまに外してまた戻す、こういう作業の繰り返しが、テクニカル技術的な、フォルトっていうのを事前に発見したりね、そういうことにつながるのかなと思います。例えばトラックデーでサーキットを走らせる時も毎回油脂類は交換したいわけですし、ボルト類も毎回増し締めしたいということもありますよね。こんな風に DIY 整備はどんどん楽しくなっていくわけでございます。ホンダ純正オイルフィルター装着。
整備マニュアルによると S2000 のオイル交換は 4.8 リットル必要で、そのうちフィルター部分に 300ml と書いてあります。フィルターにもオイルを事前に入れとけよということなのでね、200-300ml 入れてあります。フィルターを取り付ける場所に古いフィルターのパッキンが残っているとオイル漏れの原因になるので確認をしておきましょう。取り付け方はシンプルですね。一旦ネジが噛み合ったらくるくるくるっと止まるところまで回していきます。純正フィルターには番号が印刷してあるので便利ですね。手で回して抵抗を感じた場所から約1周、1番のところで止まったので7を足して8番のところまでぐるっと1周回して完了です。ホンダ純正オイル注入。オイル交換の作業を完了するまで知らなかったんですけれども、 S2000 のボンネットは直角真上まで開くんですよね。しかも直角に開けた状態でホールドする穴もちゃんと準備されているんですよね。そのことを知らないとこういうことになりました。はい、ボトルで入れようと思ってもスペースがなくてうまくいかなかったということです。ですのでね、このカップで小分けで入れていくことになりました。マニュアルによると5000キロでオイル交換になってますね。今後サーキットでテストをするときなどはその都度交換することになるでしょう。なのでね、整備後にボンネットが90度開くということが分かったので、それはそれでよしとしましょう。あ、そうそう、エンジンオイルを上から抜くためのポンプを持ってるんですけれども、 S2000 は抜き取り用のパイプが中に入ってくれなかったということがありました。ちなみに息子の M16A、スイスポのエンジンですね。M16A にはちゃんとパイプが入って作業もできたんですけどね。不思議ですね。ちなみにこのスイスポはイギリス専用ボディで3ドアのタイプです。イギリス専用車にご興味がある場合は車探しのお手伝いをさせていただきます。インスタから DM をください。話がそれている間にオイル注入の作業も完了いたしました。一歩一歩レスターの作業が進んでまいりましたけれども、まだこれが気になるな。ソレノイドバルブカバーキャップパチモン。冒頭でご説明したようにこのパチモンのキャップいい色なんですけどね、パチモンということでね、きちっとフィットするかどうか、それから、放熱に問題が出てこないかどうか、そういうことにね注意しながら取り付けにチャレンジしていきたいと思います。サイズ的にはやっぱりちょっとね余裕がありすぎて、スポッと抜けるし、左右に動かしてもカチカチっと音がするぐらいの隙間がありました。放熱に問題が出ないようにこんな感じで両面テープで処理しておきました。1500円のドレスアップですから OK としましょう。現状私の個人売買で購入したこの S2000、 約半年かけて DIY 点検整備を進めてきました。今日はいよいよ民間車検場へ持ち込んで新しい車検証を手に入れに行こうと思います。英国の車検制度では新車登録から3年後に初めての車検があり、その後は毎年車検を受けることになります。車検は MOT テストと呼ばれ、受験費用は37英国ポンド、日本円に換算して5、6千円くらい、感覚的には3、4千円という感じです。日本の民間車検業者が設定する基本車検費に比べるとかなり安価です。また法定費用を車検時に支払う必要はなく、車両税と自動車保険の支払いは所有者の自己責任で別々に手続きを行う仕組みです。しかし MOT テスト、車両税、自動車保険に関する情報は電子的に相互チェックされる仕組みになっており、どれか一つでも欠けた状態で公共道路を走行すると
担当省庁から警告文を受け取ることになります。では車検項目について見ていきましょう。 MOT テストマニュアルは英国政府ウェブサイトから取得可能ですので、詳細が気になる方は www.gov.uk から MOT インスペクションマニュアルで検索してみてください。 MOT テスト項目をマニュアルの大項目番号に沿って説明すると、0番車両身分、1番ブレーキ、2番操舵装置、3番視認性、4番電灯及び電気系統、5番足回り、6番構造、7番安全装置、8番騒音及び排気のようになっています。 MOT テストマニュアルにはエンジン、クラッチ、ギアボックス以外のパーツが検査対象であるという記載があり、それを列挙すると先ほどの項目に分類されるということのようですね。日本でもおそらく同じでしょう。ただ細かい違いはあるかもしれません。例えば英国の MOT テストでは排気音の検査は検査官の感覚で判断と定められている一方で、排出ガスの検査は分析機を用いて行うなど興味深い強弱がつけられています。今回の MOT テストに要した時間は約45分程度と、待つのも苦痛ではない範囲で完了しました。これまでの経験から総じて1時間以内には結果をもらえるものと思います。ただ予約時刻に始まったことは英国ではかなりレアな出来事でした。もちろん MOT テストに合格しない場合もあり、その場合は不合格の記録が残され、不合格の理由が渡され、一旦持ち帰って自分で部品を調達し、整備を行い、再予約をして MOT テストにチャレンジすることになります。合格証の内容は1番ビークルアイデンティフィケーションナンバー、2番車両ナンバー、国名、メーカー、車種、3番区分、4番走行距離、現在と過去3年分、5番合格、6番日付、試験日と期限、7番検査官名というようなとてもシンプルなものです。車検証は個人情報や車両寸法情報が掲載されないとてもシンプルな証書です。しかも常時携帯義務はありません。政府の電子化が進み、4省庁が縦割りで管轄する所有者、車検、税金、保険の各情報が紐づき、警察がライブ利用可能だからです。そして気になる検査結果ですが、テストが終了した時に EPS 警告灯が点灯したために、近所を一周して警告灯は消えて、無事に合格証を受け取ることができました。すっかり日が傾いてぼーっと運転していますけれども、やっぱり緊張していたのでしょうか。車検に合格した嬉しさよりも安堵感の方が大きかったようです。しかし頭の中は次の整備アイテムのことでいっぱいです。マウント類とベアリング類の発注作業と、整備に必要な工具の調達と、その工具を設置・収納する場所の確保と、整理することが多すぎて大いに頭を悩ませているのでした。